皆さんこんにちは。エナと日本語おしゃべりのエナです。今日はみえさんとエリカさんとのコラボの回です。みえさんから自己紹介をお願いします。フランス在住日本語教師のみえです。どうぞよろしくお願いします。皆さんとはよくコラボさせていただいてます。はい、メンハバーベンエリカ、皆さんこんにちは、エリカです。今日もよろしくお願いします。はい、ということでみえさんとエリカさんの方でも全然違う動画が上がります。概要欄に貼りますので、ぜひそちらも見てみてください。私のところでは共通点日本語喋るぐらいしかないんで、それぞれ別の言語を喋るのでですね、なんでその言語をすることになったのかなとか、そういうお話をちょっとゆるく、ね、雑談をしていこうかなと思います。私は、英語は気合で喋りますけどね、記憶の片隅にある英語を引っ張り出してきて喋ってますね。中国語、台湾華語をある程度喋りますけれども、会話ができるのはそれぐらいかなって感じです。お二人それぞれ、はい、何語ができますか？そうですね。日本語は母語ですが、次に行けると思うのはフランス語ですね。フランスにも住んでるので、フランス語はできるかなと。あと、フランス語が話せるようになる前には、英語も使っていたので、英語もある程度はいけるかなと。で、最近頑張って勉強してる、ちょっとサボりがちですけど、スペイン語も一応勉強しております。フラメンコやってるから、それでね、ちょっともうスペイン語を話すことが目的というよりは、フラメンコのためにスペイン語をやるみたいな感じですかね。いつかフラメンコ留学とか行きそう？行きたいですね。いつでも行けるっちゃ行けるでしょうけど。現実問題ね、おそうなんですよ。準備も大変ですからね。暇な時っていうか、仕事がない時とかって暑いじゃないですか。スペイン暑いんですよ。確かに。だからちょっとどうかなみたいな。でいつもそういう風になってるんですよね。私は日本語とトルコ語が話せます。他の言語はしないんですか？無理です。他は無理です。じゃあなんでフランス語、なんでトルコ語を勉強しようと思ったのかなというところなんですけども、さっきスペイン語の理由は聞いたけど、フランスの理由は聞かないという。確かに一番最後のだけ喋ってるみたいなね。子供の頃っていうか、どこかの国に行きたかったんですよ、海外に。っていうのがあって、で一番最初に行った海外の旅行っていうのがパリとロンドンだったんですよね。で行って英語ってある程度喋れる人がたくさんいるじゃないですか。たくさんいると思うので、どうせだったらもう少し少ないけど世界でも使える言語の国に行った方がいいんじゃないかなっていうのと、あと何よりもロンドンの食べ物がまずかったので住めないと思ったんですよ。美味しいと思ったのがロイヤルミルクティーだけだったんですよ。これは本当に美味しいと思って、それ以外はもう全て無理と思って本当に。なので住むんだったら食べ物がやっぱり美味しいところじゃないと生きていけないし、あとは英語は結構みんなできる人がいるから、もうちょっともう少し少ないけども世界で使える言語っていうのでフランスに留学しようって決めたのがきっかけですね。学生の時にフランス行ったとかではなく、全然後からですか？後からですね。そうなんですよ。メイクの学校の旅行で行ったんですよね。研修旅行みたいので、ロンドンパリは。帰ってきてちゃんと仕事しながら自分でお金貯めていったんですよ、ちゃんと。留学費用を貯めて。すごい。で1年だけ行ってたんですけど、で戻ってきて、私すぐに行きたかったけど、なかなかそんな簡単にまた行けないじゃないですか。遠いっていうのもあるし。なので、しょうがなくではないけど、日本で働いてる時にたまたまフランスの化粧品会社に入ることができたので、そこでフランス語も一応勉強も続けられるし、フランス人の人がよく来てたんですよ、本社から。そうするとそこで使い続けることができたっていうのと、あとは海外研修とかでフランスに行く機会もあったから、それでなんだかんだすごい勉強してなかったんですよ、その間は。書くとかなんとかの勉強してなかったけど、資料とかフランス語で来るからそれ略したりとか、その来た方と喋ったりとか、あとある程度喋れるから、大きな会議とかではもちろん通訳とかできないけど、お店法店に行けとかそういうの言われるんですよ。そうするとそのフランスの本社の人を連れて行って通訳しなきゃいけないから、そういうのやったりとかしてて、
で、なんとなくこう、言葉はスキルとしてつなげてこれたのかなって感じですかね。すごいな。すごいな。使わざるを得なかったとかね。会議とかだとちゃんと通訳さんとかね。あとトレーニングとかの時だと通訳さんとかちゃんとついて喋ってくれるけど、ご飯に行くとかそういう時になると、もう通訳さんも仕事したくないんですよ、めんどくさいから。そうね、そりゃそうですよずね。っと喋んなきゃいけない。そうするとなんかお願いねとか言われて食べ物何するとかそういうのとか、一般的ななんかトークとか、あとそういう簡単なこととかはやり取りとかするみたいな感じですよね。実践でどんどんね、実践が一番ですよね。やらざるを得ない。そう来る人もちゃんとフランス人だけど英語も喋れるんですよ。だから英語でもいいんだけど、英語が喋れる人3人とかだったらみんなで英語で話すし、でも英語を喋れる人がいなくて日本語しか喋れないとかだったらフランス語で喋った方がそっちの人も楽じゃないですか。そうするとフランス語になるとかっていう感じでしたね。なんでトルコ語っていうのはもうトルコに住むのでやらざるを得なくなってやったっていう。住みたいが先だったってことですよね。そうね。見たいが先、住むっていうのが先で決まったから、そこで始めたっていう感じですね。どういう経緯でトルコに行って住もうまで行ったんですか？いやー、いや、なんか深い理由はないかもしれないですけど、帰りはねないっていうか、なんか自由な時にいろいろ経験したいじゃないですか。でトルコ面白いかもしれないなと。歴史がね深い国ではあるので、そういうのも含めて面白いかなと思って、で知り合いもいたので、いたっていうか見つけたの。それでですね。他に候補に上がった国とかその時なかったんですか？ないかな。そこはトルコ行った国なんだ。スペイン語圏もあったけど、ちらっとやったことがあったからね、スペイン語。だけどスペイン語圏結構危ないのよね、南米は。南米はね興味はあるけどね、ちょっと飛び込むにはね。女子が一人で行くに危ないじゃない。トルコはその辺治安がいいので、まだそんな感じですね。住むならそれは言語勉強しないとできることもできなかったりするね、住めないですから。高校生ぐらいまでは英語一生懸命やってたんですけど、英語を喋れる人いっぱいいるから英語だけじゃ通用しないなと思って、で他の言語もやろうってもともとって思ってた矢先に行きたかった大学全然行けなかったんで、自分が入った大学の学科で確実に留学行けるところはどこだってなった時に中国語やって中国に行くのが一番確実だったんですね、確率的に。で中国語だったらそもそも喋る人数が多いじゃないですか。中国がでっかいし、結局長いこと住んだ台湾もあるし、東南アジアに行けば中華圏の人たちとも喋れるかもしれないなと思って役に立つかなっていうぐらいの留学行ける場所を選んだら結果的に中国語だったみたいな感じですかね。なんであんま深い理由はないです。ただ漢字が好きだったのでそういう意味ではハマったんだろうなとは思いますけどね。なんか縁ですかね、縁があるっていうかね。そういう人多いんじゃないですかね。なんか本当にアニメ好きだからとか、友達がいたからとかで、そうだと思うな。で言語によって合う合わないはあると思うから、それがうまくこうハマればすごく深められるだろうし、だから意外と聞いてもみんな多分面白い話ここあんま出てこないとその私たちだけじゃなく、なんでそんなにペラペラなんで英語喋れようと思ったんですかみたいなちょっとしたきっかけからなんじゃないかなと、個人的に。いやそうでしょう。そういうのから始まりますよね、言語って。それぞれの、言語で一番苦戦したポイント、発音なり文法なり何でもいいんですけど、なんかあります？私はもうひたすらに発音ができない。中国語は難しそうだな。発音と成長は今でももう間違いまくり。ちょっとした違いなんだけど違うんだよね。で雰囲気で喋っても通じないからはってめっちゃ言われるし、はって聞き返されるから伝わんなかったってへこむし毎回。わかる。へこむほんとへこむ。なんか
あります。あるある。どんなになんかやっぱりやってもネイティブじゃないからでねっていうのはありますね。でもね、この間ね、すごいウケるのがね、フラメンコのイベントをやったんですよ。そしたらなんかね、写真を撮るカメラマンの人が来て、なんかしないけど、なぜか私にスペイン語で話しかけんですよ。フラメンコの格好してるからなのかなとかって思ったんだけど、だからアブラスエスパニオールとか言われて、シーポキートとかって言ってたんだけど、なんでこの人は私にスペイン語で話しかけるんだろうと思って。その人はフランス人ですよね。フランス人なんですよ。で、その次に今度英語で Can you speak English? って言われて Yes, of course とか言って、なんでみたいな。なんと思ったんだけど。フランス語話さない前提みたいな。話せない前提だと思ってたのかな。で、フランス語喋るけどとかって言ったら、あんた喋れるのみたいな。初めてそういう聞き方があったかと思って。びっくりしちゃって、フラメンコの学校したからね、スペイン語なのかなとか思ったのかもしれないけど、そこみたいな。で、あなたのオリジナルはどこみたいな。で、日本人なんだ、よくわからないの、よくわからないっていう感じで。でも確かにフランスにいても、なんだろう、みんな基本的にアジア人系だけど、みんなフランス人だと思っているから、逆に。多分私のことを外国人だとも思ってない人もいっぱいいるんですよ。なので、もちろん日本人だけで観光地に行って一緒に喋ってたら、観光の人だ、日本人だと思うけど、普通に一人でぼーっとしてそこら辺歩いてたら、多分なんかアジア系の人ぐらいにしか思ってないんだと思うんですよ。だから外国人扱い最近してもらえないですよ、昔ないけど。もっと優しく喋りやと思うけど、普通にバーってくるから。それあるあるですよね。あるあるですよね。生まれてさえいればフランス人だから。そうね。だから日本にいる時でそこは全然違うんだなと思って。ありますよね。言語混乱されるみたいな。現地にいると何語で話したらいいんやみたいな。ある。だいたい英語で話されて私トルコ語で返すから。わかる。向こうも頑張って英語喋んなきゃってなってるから戻んないんですよね、なかなか。戻んないの。おかしな会話になって英語とトルコ語みたいな。エリカさん苦戦したポイント、トルコ語。いやもう未だに苦戦してますからね。発音はやっぱりネイティブじゃないから、どんなに頑張ってもなんか違うよって言われるし、あとはやっぱりネイティブの人のリスニング、地域とか年代によって話し方って変わるから、もうそれが大変。そこはね苦戦してますね、やっぱり。おじいちゃんおばあちゃんって日本人でも聞き取りづらいじゃないですか。だから仕方ないけど、最近思うのは若い男の子たちの話し方が全然聞き取れないんですよ。すごい難しい。なんだろう、スラングというか話し方ですね。本当に言葉の出し方。いや、リスニングもね、やっぱりね、ずっと大変だなって思いますね。大変ですね。みんなが綺麗に喋ってくれるわけじゃないから、それは思いますね。それぞれそこそこな期間多分勉強してると思うんですけど、喋れるようになったみたいな瞬間ってあるじゃないですか。意思疎通ちょっとできるようになってきたぞみたいなのって、そこに行くまでどれぐらいかかったかとか、その瞬間とか覚えてます？私はちゃんと会話ができるようになったなと思うのは3年目かな。トルコに住み始めてから、私はトルコ語始めてますけど、で最初本当ゼロから入ってるから全然わかんない、少しずつ聞き取りはできるようになる、って言われてることはわかる。でも言葉が出ないっていうのがそうだって、3年目ぐらいからやっと会話になるかなと思いますね。3年ぐらい学校行ったんですか？学校に行ったのは9ヶ月。じゃあでもその後ほぼ自力で頑張って3年。そうって考えたらすごいな。向こうがね、すごい頑張って聞き取ってくれてるんですけどね。未だに何言ってるか分かんないって言われますよ。込みますよね。もうなんか傷つく。また言われた。おかしいなって。現実はそんな感じです。観光地とかだとね、もてはやされるんですけどね、分かるのみたいな。そう。私も3年目ぐらいかもしれない。大学から私勉強を始めてるんで、大学の授業でも別に中国語専攻ではないから。そうなんだ。中国語
副専攻なんで中国語の授業めちゃくちゃ取ってはいたけど、そんなに授業数多くなかったんですよ。ゆるーく教えられてなんとなくわかるなみたいな状態で、大学3年生の時に北京に留学行って何にも伝わらなくて、英語喋ってたから最初伝わらないから、それがまあ4ヶ月ぐらいいて、やっともう普通に会話ができるぐらいになってたところに、もう半年しか行けなかったから、もうなんとなく会話でき始めたので帰っちゃったんですけど、3年ぐらいはかかりましたね。もうちょっと根詰めてやってればもうちょっともちろん早いとは思うんですけど。私もでもほら英語って普通に映画見たりすれば一応聞きたいこともあるし、なんか一応耳に慣れてる言葉ではあるじゃないですか。フランス語なんかもう最初音楽でしかなくて、ただの音にしか聞こえなくて、全く音楽と一緒ですよ。でもある一つで言葉になった時があって、独学してる時で、そこからなんかわかんないけどヒアリング、とりあえずヒアリングをやらなきゃと思って、英語でもそうだけど、文字ベースで入ると喋れるのは遠いよと言われたから、とりあえずまず聞くをやっていって、でそれで一応結構ヒアリングできたんですよ私。リスニングは、だからこうフランス留学に来た時には簡単な言葉だけは、簡単な日常会話的なものは覚えて、型で覚えて、文法とかも大体覚えてはいったんだけど、それでなんとなくサバイバルはできてたんですよね一応ね。なので最初のクラスとかは、ゼロクラスに入るじゃないですか。割と優等生なんですよ意外と。私できんじゃんみたいな。でなんかアジア人の子とか香港とかそっちの方の人たちは全然できなくてみたいな感じでしてて、なんかすごいねとか言われてたんだけど、スペイン人とかイタリア人とか来て、その時最初のクラスの時ゼロなのに、もうその1回のこうスパンが終わる時ベラベラになって帰ってくるねみんな。でシーンみたいな感じでへこんでると先生にどうしたのへこんでみたいな、みんなすごい喋れるじゃないですかとか言ったら、大丈夫、ある人じゃスペイン語とイタリア語喋ってるからって言っててだから喋ってるように聞こえるけどみたいな、あの子たちはね自国語喋ってるだけだよみたいな。確かにちょっとやっぱり発音があれだから、でもほらあなたは頑張って勉強して一応こうやってるからちゃんと文法も覚えてきてるし頑張りなみたいな感じで言われて、なるほどねとかで、あと読むのができなくって最初やっぱ自分で覚えてたから、その読むのができないから話してるのはあなた発音はいいんだけど読んでるとあんた何言ってるか分かんないって言われてみたいな。だから多分読み方をちゃんと自分でできてなかったんですよね。で発音矯正クラスに行けって先生に言われて、はい分かりましたって言ってそこで生かされて、この発音はこの読み方で言うのを徹底的に1ヶ月ぐらい受けたのかな。そしたらちょっと良くなって、その先生がまたいい先生、素晴らしいパリジャナみたいとか褒めてくれるのよ。優しいそんなことねえだろうと思うんだけど優しいで、なんかこうやってそれでなんとなくこうできるようになってきたかなっていう感じなんですけど、やっぱ文法とかいろいろすごい細かいし、慣用句的な言い方とかもすごいいろいろあるし、あと自分の知ってることを話している分にはボキャブラリーとか分かってるからいいけど、全く自分の知らない分野の話をしたらやっぱりボキャブラリーが全然違うから、ちんぷんかんぷんみたいな形になるし知らない人の話されてもポカーンだし、誰よその彼ってみたいな、彼が分かんないからよく分かんないみたいなある日々そういう感じで長くやっててもやっぱり、ね、なんか病気のこととか言われても全然分かんないですもん。日本語で聞いても分かんない時あったね。そうこれはどういうことみたいなね、日本語でもそうその日本語にその定義がない言葉とかもあったりして、ありますね。全くその学問が意味が分からないみたいな、ピンとこないみたいな。もうちょっといろいろ話せるかなと思ってたら、意外とみんなしっかりエピソードを持っていたので、第2弾かな、じゃあこれはやりたいですね。ありますけど、第2弾ですね、出そうと思えばいくらでも出てくる気がする。今回じゃあこんな感じで、みえさんとエリカさんのチャンネルも概要欄に書いておりますので、まだチャンネル登録してないって方は2人のところでのコラボ動画を見てグッドボタンを押してチャンネル登録までぜひよろしくお願いします。この動画にもグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。ありがとうございました。また次回です。バイバイ。